よーし、後ろを取ったぞ。よしよし、あいつはまだ気づいてないな。よし、こっから撃ったら絶対に倒せるな。うわー、想像したらもう笑いが止まらなくなってきそう。あー、まずいまずいまずい。舌を出して我慢しなきゃ。ひひひひ。はい、地球の模型南條です。今日もよろしくお願いします。はい。はい、今日も特訓来てます。よろしくお願いします。どうこの世界が。いいんじゃないでしょうか。思いが伝わりましたよ。もうね、この模型完成してから愛着度がすごくて、妄想が広がる一方ですよ。いや、すごい出来ですね。ね、いやこれ本当にすごい時間かかりまして、建物が、何時間ぐらい丸2日3日かかってますね。はい、でフィギュアは1体につき平均4時間かかっております。でもこれが本当にすごいなって思うのが、初めて作らせてもらったんですけど、下出るペイントシステムの、内容にね沿ってやったら本当に誰でもうまくいくよっていうのでやらせてもらったんですけど、本当にうまくいったんじゃないかなと思います。こんだけ塗装してしっかりやるともう遊びたくて遊びたくて。というわけで特訓、今日はゲームの回ですよ。いよいよそうですよね、今回は遊んでみたいと思います。いやー、楽しみですね。いや楽しみですね。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。はいはい、それではですね、早速ウォーハンマーで遊んでみたいと思うんですけれど、ウォーハンマーの遊び方について、見ていただいている皆さんにさらっと紹介をしたいと思います。ウォーハンマーっていうのはターン制のゲームになっていまして、例えば自分のチームが移動して、攻撃をする。でその攻撃に対して相手がやられなかったら、今度は相手側に交代して、今度は相手側が移動してまた攻撃すると。でそれを繰り返していって遊ぶゲームになっています。そういう話をするとなんか全滅させるまで終わらないっていうようなイメージがあるんですけど、もちろんそういうのもあるんですけど、目的の位置に移動してその目的地の場所に着けば勝ちっていうのもあって、いろんなね、ルールがあって、そこは自分でねシナリオを考えて遊ぶっていうようななんかみたいですよ。今僕のシナリオって言ったんだけど、僕のシナリオですね、この人が気づいてないね、このちょこちょいのやつの、背中を取るというところをね移動フェーズでやってみたいと思います。はい、で、順番としては移動フェーズをして、でその後攻撃フェーズをしてっていう流れになってます。で移動って言ってもこの子が何歩進めるかとかどこにももちろんないじゃないですか、机の上なんで。マス目に何もないもんね。これどうやって動くと思いますか？どうやって適当に言うって感じなんで適当に言うて何もないもんね。いけそうデコビンでこうなんかこうみたいなフィギュア壊れるよ。将棋とかチェスみたいにマス目がないので、これ動かす方法があります。じゃあ取り出したらオレンジの超シュールじゃないこれ。いいよね、メジャーで動かすんですよこれ。いやちょっとこれ感動しましたよ僕。いや本当にね、こういう動かし方面白いと思いますよ、ね、でこれ海外製なのでフィートになってるので、6センチではなくてなんか 6MV とかね、そういう言い方になってます。で車に乗ってたりとか、なんか乗り物に乗ってたりとか徒歩とかで移動距離が全然違うみたいなんですけども、この人はね徒歩なんで 6MV 進むそうです。なるほど。これで 6MV すぐ 6MV 分いろんなところに移動できるってこと。そう360度こう自由に移動ができます。なんかこのふわっと感が良くない？約6な感じで、6は6なんだけど、ここら辺でいいんじゃないっていうこの感じね。でスッと移動させます。はい、移動フェーズはだいたいこういった感じになりますね。で、今回1人で動かしてるんですけど、これが団体で1人が6動いたらみんな近くにゾロ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 。なるほど、こういう感じで動いていくそうです。集団で動くこともあるんですね。そうね、だから1人が離れるとなんか統率が取れなくなったりして、あれあいつどこ行ったみたいなっていうこともあるみたいですよ。なので移動はなんかいろいろお互いの距離を考えながら動かないといけないっていうのもあるみたいです。それはねやっぱおいおいゲームしながらそういう話もできたらなと思います。移動についてはこんな感じですね。はい、で次に攻撃フェーズになるんですけど、攻撃が当たるかどうかもこのメジャーで測ります。実際に当てることができるかどうかっていうのもこれ面白くて、このキャラクターの目線に僕がなってですね、見えたら当てることができると。なるほど。
僕からはですね、まだ見えませんねっていう感じで、ちょっと見える位置まで来たら打てるとかね。ああ、なるほどなるほど。そうそう、チラっていう感じで見えたら当てることができるそうです。攻撃もですね、実に種類がたくさんありまして、模型の時も話したんだけど、ね、どの武器持たせるかっていうので、それぞれキャラクターがまあ大体1つの人もいますし、まあ、3つ4つ武器持ってる人もいます。であとはね、打ちますって言ってダイス投げて、でそのダイスの目によって当たった、じゃあ当たった方はバンって、でそれもサイコロ振って、いい攻めが出たらカーンみたいな、あーみたいなノーダメージ、当たった。そうそう、でも思ったより大丈夫だった。そう大丈夫だったっていうね。そういうのがダイスで決まるわけ。そうそう、ダイスで決まります。でそこで出目が悪くてサイコロ振ったのでバーって当たったらダメージになると。ああ、なるほどなるほど。で意外とウォーハンマーの人たちってね、耐久力あると思いきや一回食らったらちょっと死んじゃうっていう、割と怖いんですね。まあそこら辺リアルだよね。だってね、こうガッてやって死なぬみたいなもう2発食らう、まだ死なぬではないっていうね。だいたいダメージが1ぐらいとか、まあでそれが多分キャラクターが大きくなるとヒットポイントが増えていくんじゃないかなと思います。はい。でその当たった当たらない攻撃を受けた受けないみたいなのをサイコロで振って、で例えばこの子がこいつを倒したとするじゃないですか。おお、強い。倒したぜってなると、こいつたちがああこいつ死んじゃった、どうしようどうしようっていうフェーズがあります遷移フェーズっていうんですけど、これもサイコロ振って逃げ出してしまうか逃げ出さないかっていうのが決まるみたいですよ。ああ、なるほどなるほど。でお前ら逃げんじゃねえみたいなちょっとこうリーダーもいたりして、なんかそういうのもまたキャラクターの特徴の一つだったりするそうです。まあ大まかな流れは移動する、攻撃する、当たった当たらぬが決まり、でそれでもし当たって誰かが死んじゃったら遷移フェーズで逃げ出すか残るかを決めると、まあ、その一連の流れですね。で交互に繰り返して、で勝利条件を満たした方が勝ちといったような、まあ、割とシンプルなゲームだと思います。そうですね。でですね、今の僕のこう「とかいうジェスチャーではなかなか伝わらないと思いますので、特に今回はこの店の枠を超えてですねお出かけしたいと思います。お、そうなんですか。どこに行こうか嘘ですうちの近くにですねサンチャゴというボードゲームハウスがありますので、今日はそこにお邪魔したいと思います。なるほど。はい、ルールは店長に任せます頼んだぞ店長頼んだぞ店長距離感これぐらいいやーすごいですね、徳くん。そうですね。いや、山頂来ましたよ。こういうゲームめちゃくちゃあるよね。いや、すごいですね。何なんですかこれは。世界のボードゲームがいろいろ集まってるみたいですよ。ね、いやすごいやったことあるやつからやったことないので、これはすごいドキドキするよね。さあこんな雰囲気の中で、今日は一緒に遊んでくれるという方がいますので、ともに一緒に呼びましょう。はい、はい、せーの、のじくー。はーい。いや本当にありがとうございますよ。じゃあまずは自己紹介。はい、改めましてボードゲームハウスさんちゃんの店長のもじです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にお願いします。出てもらえて嬉しいですよ。で軽くちょっとサンチャゴの紹介なんかしてもらいたいなと思うんですけど。そうですね。うちのお店はですね、ボードゲームハウスさんちゃごと言いまして、世界中で楽しまれてるボードゲームっていうものを集めて、みんなで集まって遊んでもらえるお店です。もうね、やっぱ本当はなんかこう夜遅くまでもねやってますもんね、いつもね。そうですね。だいたい夜は11時ぐらいまではもう普通に営業してますね。仕事帰りにいいですよ。学校終わりにもいいですね。学校終わりにいいですね。ぜひ。宣伝色濃いな。まあというね、こういうことで今日はそのボードゲームハウスサンチャゴで何をするんですか。もう動画でもね上がっていたと思うんですけど、南條さんが頑張って作ったミニチュアを使ってですね、ウォーハンマー遊んでみたいと思いますね。ついに動かす気きましたね。いやもうやっぱり動かしてなんぼなんでね、ウォーハンマーきっと。今回ね、進行はもう全部野地君に任せてよろしくお願いします。いや僕もね言うほどウォー
ウォーハンマーはまだまだ全然知識的にはなるほど。じゃあ一緒にね勉強する。勉強しながら遊ぶっていう手。そういう場所ですから。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速プレイにしたいと思います。はい、それではですね、地球の南條チームの紹介からいきたいと思います。これスキタリチームと言いまして、まずは1人目の紹介いきます。グリフォンリダクトゥス089君です。僕が一生懸命作ったやつ。こいつの武器の特徴ですけど、ガルバニックライフをつけております。強いです。じゃあ次いきますか。はい、それでは2人目の紹介いきます。2人目はですね、東部 66.75/MK98 君です。持ってる武器はですね、アークライフルと言いまして、先ほどのガルバニックライフルよりもちょっと距離が短いんですけども、攻撃力鬼高です。これはね、射程いかに入れるか問題ですね。でですね、今回のこのチームのリーダー的存在のドロクス 0.4343 です。循環小数ですね。わかんないか。どういうことですか？ 0.4343 はい、カットしてくださいね。持ってる武器はですね、アークピストルとパワーソードという非常にシンプルなんですけど、すごいポイントが高いんでね、よく当たるんじゃないかな。そうですね、特にパワーソードが僕的にはとても怖いです。おお。なんかこれよう当たるんじゃない手の達人ということで近づかれたら恐ろしいかもしれないですね。リーダーなのに先陣切る。じゃあ今回はこの3人でいきたいと思います。はい、じゃあ次はね、この僕が使うチームの名前はまずデボーテッドさんチーム。デボーテッドさんですね。デボーテッドさん？デボーテッドさん付け呼んでください。自分だけね。まず南條さんのチームが3人なのに対してですね、なんとうちのチーム5人もいます。そうなんですよね。これはもう数でいじめちゃうやつですね。でまず1人目、タイモン・ヘルムさんです。組んじゃないんですよ。3チームなんです。なるほど。みんなにさん付けそうなんですか。これを決めつけられてる。なるほどなるほど。うちのチームはあれですね、南條さんチームよりはちょっと射程が短いですね。なるほどなるほど。これが肝かもしれない。射程が短いんですけど、1人大体3つぐらい武器持ってますね。で近づいた時はうちはピストル撃ちます。なるほど。ダメですよ。はい、うちの3チーム2人目、ザンズス・レゼックさんですね。いや、ザンズス・レゼックさん、名前から聞いて分かる通り、とてもちょっと性格がですね、若干危ないかもしれない。なんて言ったってやっぱり近づいたらピストル撃ちますね。すげえ怖いな。いや、これは危ないですよ。近づかない。ベルベルバーしてるからね。ベロが長いのがね、コンプレックス。大体みんな基本は血色悪いね。そうそう。まあ、この血色の悪さもね、やっぱだんだんこう愛着が湧いて可愛いし。はい、でうちの3チームはですね、3人目、ダボン・カイザーさんですね。この人はちょっととりわけちょっと愛着があって、なんと今回色塗りをお手伝いした子です。この人真面目な顔してるよね。食いしばってるもんね。まあそうですね。職務に忠実な感じで、さっきの2人より若干射程の長い武器をこの人持ってます。オートガン装備してます。もちろんピストルも持ってます。ああ、やっぱ近づいたら撃たれる。撃たれますね。危ない危ない。はい、では次ですね、うちのチームの副官になるんですかね。若干他の人たちよりもポイントが高いジャコビアイ・ヒーベンさんですね。ヒーベンさんも見てわかるとえらいでかいの持ってますけど、サイズミックキャノンって書いてます。でなんと距離が調整できる武器ですね。距離によって威力が変わりそうですね。この人もでもやっぱ近づくとピストルピストル持ってるんです向こうはなんか刀持ってるから、うちはピストルだ。これね、僕塗装した時にちょっと部下思いのいいやつにしてるんで。あ、なるほど。出た。その設定出た。初めて聞いた。ちょっとちゃんと教えといてください。部下思いだからね。これはちょっと期待ですね。どういう動きするかね。で最後、これうちの3チームのリーダーですね、ヨーリック・サボーラさんですね。いや、ヨーリック・サボーラさんやっぱり一番ポイントが高いっていうのもあって、なんと武器を5種類も持ってます。おお、すごい。そんなにあるの？これは使い分けますよ、僕は。これ5種類も塗り分けたかな。多分ね、知らず知らずのうちに5種類塗ってますので、もちろんピストルもそうですよ。ピストルやっぱりうちはね、ピストルにもう多大なる信頼を置いてるし、近づけば打ちますね。なるほど。いや、これちゃんと使い分けれるかどうかが多分ね、見どころになるんじゃないかな。まあどうなるかは、ね、楽しみ。
まあ、この人ただ唯一のね弱点がね、こいつ唯一の花粉症を持ってきた。マジですか。はい。嘘だ。この季節。彼は花粉症とも戦いながら。そう火の近くちょっとダメージ入ってる。うわー、それもちゃんと教えといてくださいね。初耳にはビビってますね。いやー、楽しみにした。うちの3チームがね、花粉症のリーダーを構えながらも、5人のチームワークで戦っていきたいと思います。じゃあ野地君ちょっとフィールド紹介をねこの動画に載せながらしたいと思うんですけど、今回のフィールドはなんかえらい朽ち果ててますね。そうですね、一回爆弾が落ちてね廃墟になってます。悲しい歴史を背負った街ということで、いやでも悲しい歴史を背負った街のなんか雰囲気いいですね。いいでしょかっこいいですね。まあこれポイントはね、やっぱ僕近づかれたら困るスキタリチームですね。影から狙い撃ちやるんです。僕はなんか物陰利用しながらどう移動するかっていうのを考えなきゃいけないんですけど、ちょっと真ん中の大通り、あっこが難しいとこかもしれないですね。あれそうですね。ここはどう渡ろうかな。手挙げたら撃つのやめてくれますか。ピストル見てるのに僕はもう遠距離近づかないようになってくれ。あれはひどいな。そしてなんかもうリーダーだけの3本木がある。そう、ここねポイントですよ。ポイントです。花粉症発症ポイントです。命中率下がりますからね。最近はねだいぶ薬で和らげる。ああ、よくなりましたね。いや本当時代がいいですね。でも500倍ですからね。厳しい時代ですね。何の話で終わってるのかいいけど、オッケー。じゃあ早速始めていきたいと思うんですけども、キャラクターを配置する前にちょっと同じくルール確認をしたいと思うんですけど。そうですね。今回は、ラウンド数っていうのがあるんですけど、はいはい。これを3ラウンド。ああ、なるほど。 3ラウンド終わった時点で、今回自分たちは、トータルのポイントっていうのを決められてるんですけど、29ポイントずつ、まあ、これキャラクター一体一体に振ってあるんですけど29ポイントずつ合計持ってます。ああ、なるほど。で3ラウンドが終わった時点で、はいはい29ポイントからどれだけポイントを減らせたかっていうのを競ってみたらいいんじゃないかと思ってますね。早速配置の方をちょっとそうですね、教えてもら配置のルールなんですけど、まず今回使うこのフィールドをザクッと2等分したいと思います。で、今から我々、ダイスを2つずつ振って目が高かった方が自分が取りたいエリアっていうのを決めます。これ僕いきなり大事な局面に立たされてる気そうでがしますすけど。ね。でなんだったら多分高いところって有利だと僕は思ってるんで、やっぱり上から狙われたら辛いかなっていうのがあるんで、できれば向こうは抑えさせたくないですね。じゃあ僕から振りましょうか、はい、じゃあいきます。エイヤ4ここでね豆知識というか、サイコロって2つ振った場合の期待値は7なんですよ。ほうほう。で僕の今の出目は4なので期待値以下ってことはちょっと不利ですね。知らなかった。よし。これもねボードゲームで得た知識なので、いや皆さんもぜひね覚えて帰ってください。産直に来ると勉強になりますな。本当ですよ。ダメか。よし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 。まあまあお互い期待値以下だったけど。期待値以下ですがやっぱりね。来ましたね。やっぱ6か。じゃあ僕の勝ちということで。これはやられたな。半分のうちのどっちにするかまず言ってもらって。それはもう高い方ですか。高い方取られちゃいました。ということは僕はもう低い方で。低い。こっから次は配置のフェーズに移るんですけど、はいはい。配置は陣地を選ばなかった側からってなんか書いてありますね。じゃあ、ダイスで負けた僕の方から駒を1体ずつですね。僕が1個置いたら次南條さんが1個交互にね。交互ですね。はい。で今回僕が初期配置できるエリアっていうのがこの真ん中からこっち側ですね。この真ん中のラインより 6MV 以上離れた側に置いてくださいって書いてます。ここよりもこっち、あんまり射程の長い相手に対してこう身を出すわけにはいかないので、物陰に隠れてみようかな。次は僕の配置なんだけど、南條さんも真ん中よりもまず 6MV 離れた場所を確認して、じゃあ僕は頑張ってね動画で塗装したグリフォンリダクツですね。この人はですね最前線に送り出すというふうに決めてますので、単純によしこの位置に、グリフォン君はここに決めました。じゃあこのザンドゥス・レゼックさん、この人ですね、なんとこのマップ死角があって
若干向こうが通れそうなのでちょっと裏道から回り込む戦法で行ってみようか。はあ、作戦がだだ漏れてますね。なるほあーど。行っちゃった行っちゃ OK ですった OK ですやっちまったぜおい。じゃあ次僕ですね。はいじゃあここの木の近くに頭部さん置いてみようかな。昭和のアニメで木の陰から見る女の子のように、ああなるほど。はい、この位置からで、ウォーハンマーっていうのはああいう遮蔽物があるとミニチュアからミニチュアを見た時に見えてるか見えてないかでこう銃が撃てたり撃てなかったりっていうのがあります、あんまりやっぱり物陰に隠れられると狙う側はうまく狙えないらしいです。フィギュアの気持ちにいかになれるか。そうですね。だいたいこう狙いをつける時は目線までこう下げて、はい見えてるかなっていう人には撃てる、ちょっと見えないなっていう人にはもう撃てない。これもねざっくりやっていこうと思います。じゃあ次僕はダボンカイザーさんですね。これ僕が塗ったやつですけど、あこの人にはねこの人にはちょっと勇ましく言ってほしいです。リーダーには杉の下には入らせないよあ、上司思い。そこは俺が請け負いますっていう風にダボンカイザーさんですね。おこれ 6MV 以上離れてますね。 OK ですね。じゃあ僕最後ですね。リーダーどうしようかな。そう全体に見渡せる感じで、このリーダーね意外と距離縮めないと戦ああそっえないんですよ。か、そのリーダーは接近戦でしたね。そうなんですよ。リーダーのリーダーの誰よりも前に出るタイプ。リーダーですか。じゃあこれで僕の、3キャラは全部、はい、配置しましたね。そうですね。はい。じゃあ残りのさんにお願いします。はい、じゃあ次はジャコビアイ・ヒーベン。こいつが多分うちのチームの肝になってくると思うんですけど、そうこっちは第1を考えなくても良さそうなんで、ここから2人であいつを木の陰に隠れてるやつ。かっこいい。ただこのジャコビアイ・ヒーベンさんの武器の特性で動いてしまうとマイナス修正がかかる。このでかい武器がそうなんですけど、ヘビーっていう特性がついてるんですけど、これがね一回動いてしまうといろいろマイナス修正がかかるんではなかろうかと。動かすと一回また位置取りから始めなきゃいけない注意しないといけないですね。ですね。うちは5体いるのでラストでリーダーですね。やっぱり杉の木からは離したいっていう。僕杉なんだ。なんかそんな気がしてた。あ、杉がそうか、花粉といったら杉なんじゃないんですか。いや杉だと思う。じゃあ杉ということでどうしようかな。リーダーはちょっと後方から指示を出すというのも含めで、こいつの基地こでもうリーダーはみんなに指示出します。まあ大体こんなもんですかね。はい、それではですね、お互い配置が決まったということで、ここから、移動フェーズ、そして攻撃フェーズと、お互いね自分が3回ずつ繰り返してポイントが高い方が勝ちということですね。はい。